皆さんこんにちは。今日も皆さんと礼拝の時を持てることを心から感謝します。ご無理でない方はお立ちいただいて共に賛美の時を持っていきましょう。新しい命を賛美しましょう。あなたと出会えた、あなたと出会えた、何者にも変えることできないその愛、心にあふれる新しい命が胸にある。見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共になるそうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから。ここで皆さんで挨拶の時を持ちたいと思います。ここにいる全員の方と握手をして、この礼拝を共に喜びましょう。最初から賛美しましょう。あなたと出会えた、あなたと出会えた、何者にも変えることできないその愛、心にあふれる新しい命が胸に様を賛美していきましょう。ハレルヤ、ハ
レルヤハ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 レルヤ続いてただ十字架のイエスにあり Only a God Like You を賛美しましょう。この世の富もこの世の富も誉れも何よも私の心を奪うものはない。いつまでも恵みと憐れみ慈しみすべてはただ十字架のイエスにあり。今歌うよ今歌うよ両手を上げて天に向かいあなただけが私を救う誠の神褒めたたえるただ一人の主イエスの皆あなただけを慕い求めるとこしえまで命をすべつにあがない闇の力打ち砕く主イエスの皆を今歌う。もう一度賛美しましょう。この世の富もこの世の富も誉れも何よも私の心奪うものはない。いつまでも恵みと憐れみ慈しみすべてがただ十字架のイエスにあり。今歌うよ今歌うよ両手を上げて天に向かいあなただけが私を救う誠の神褒めたたえるただ一人の主イエスの皆あなただけを慕い求めるとこしえまで命をすべつにあがない闇の力打ち砕くし主イエスの皆を今
今歌う。心を合わせて賛美しましょう。 Only a God like you, 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 Only a God like you. 命を捨て命を捨て罪あがない闇の力打ち砕くし主の皆を今歌うよ今歌うよ両手を上げて天に向かいあなただけが私を救う誠の神褒めたたえるただ一人のシエスの皆あなただけを誓い求めるここ地へまで命をつけ振り上がない闇の力打ち砕くしシエスの皆を今歌うお座りください。一言お祈りします。心を合わせてください。愛する天のお父様、私たちが声を合わせ心を合わせあなたを礼拝できるこの時をありがとうございます。それぞれの生まれや文化世代が違っていてもあなたこそ私たちのただ一人の主です。今私たちの祈りを聞いてください。賛美を聞いてください。あなたの救いの技を褒めたたえ福音を伝える者としてこの礼拝を通して私たち一人一人を強めてください。この時心から感謝しこの祈りを主イエスキリストの皆によりお捧げします。アーメン。続いてマイティトゥセーブを賛美しましょう。誰もがみんな誰もがみんな変わらぬ愛を求めている許しを与え救いの希望を国々山さえ動かす山さえ動かす救いの力私の神とはの救いのためよみがえられたイエス・キリスト私を見つけ満たしてください。私を見つけ満たしてください。もう一度私の命あなたに捧げついてゆく。続いて英語で賛美しましょう。Savior, Savior, He
主を見上げ輝く主を見上げ歌おう栄光の王なる主イエス輝く主を見上げ歌おう栄光の王なる主 Savior Savior He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever author of salvation He rose and conquered the grave Jesus completed 山さえ動かす山さえ動かす救いの力私の神永の救いのためよみがえられたイエスキリよみがえられたよみがえられたイエスキリよみがえられたよみがえられたイエスキリストひととき献金の時を持ちたいと思います。献金は神様からの恵みに対する感謝を持って捧げるものです。初めての方、ご用意のない方、趣旨のわからない方は献金の袋が回ってきましても後ろの方にお回しください。一言献金のお祈りをします。神様、今週もあなたからの驚くほどの恵みのうちに歩んでこられたことありがとうございます。今心からの感謝を持って献金を捧げます。どうか神様、あなたの御用のために、あなたのご計画のために正しく用いられますように、この祈りを主イエスキリストの皆によりお捧げします。アメン。続いて How Great is Our God を賛美しましょう。まず英語で賛美しましょう。The Splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He loves himself in light, and darkness rises too high, and drove us out his voice, drove us out his voice. How great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how
こで賛美しましょう。すべての時は、すべての時は主の御手の中、始まりであり終わりである主、父にこみたな、ただ一人の主、私たちの救い主イエス。 How great 心から How great いさが心から叫ぶ、共に歌おう。 How great いさが Name above all names. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great 心から How great is our God. 心から叫ぶ、共に歌おう。 How great is our God. この後は証の時間になります。よろしくお願いします。Konnichiwa. Hey, my name is Joel Burlingham. 私はジョエル・バーリントンと申します。I'm visiting here from Grace Church in the United States. アメリカのグレース教会から今日ここに集わさせていただいております。Thank you for all your hospitality. 心から迎えてくださってありがとうございます。The service has been wonderful. 今日の礼拝非常に素晴らしいです。So I was asked to share a couple of things that kind of have that I've learned through my life that have brought me to Ono Church. So I've got a couple of lessons that I've learned that I'd like to share with you. 自分の人生の中で起こったこと、またこうして日本とともに今回つながりを持てていることに関して少しお明かしをさせていただきます。And I learned these in my 20s and 30s, so it might be appropriate for your age. だいたい私30代からの話をさせていただきます。So remember what is true as you go through your life, exploring your life, finding your identity.
自分が、成長するにつれて、あるいは生活するにつれて、真実とは何かと求める機会があると思います。And when I say what is true, I've got a couple of things here. Number one, God loves you. 真理、その一つに、神様あなたを愛してくださっている、その一つがあります。And your life has meaning to God. あなたの人生は神様にとって意味があるものだということも二つ目です。And God definitely has a purpose for your life. あなたにとっての人生の意味ということを神様はお与えになってくださっています。And if you're open to it, God is growing you into His purpose. そのことに自分自身が求めに応じて答えるとき、あなた自身も答えに応じて成長するときが与えられます。Another lesson is to make time for the people around you. もう一つの大切なことは、自分の周りのいる方々のために自分自身の時間を使うということです。So in order to further the kingdom of God, we need to take time to listen to pray with, and to help the people around us that God puts in our path. ですので、信仰を持って神様を信じて生きるということは、神様の御声を聞き、神様に従って生きる、そして自分の周りのいる方々のためにも自分の心を開いて、また取りなしをしていくということが必要になります。So remember, everybody has struggles, and everyone is precious to Jesus. 自分の人生の中でさまざまな思いが、あるいは困難に直面することがあるかとも思います。Another thing is to honor and to strive to do the fruits of the Spirit as defined in Galatians. また大切なことは、その信仰によってまた周りの方々と信仰の友を見つけるということも非常に大切なことです。So a good question to ask yourself would be, do your friends and coworkers see the fruits of the Spirit in you? そしてそのこととともに、自分の周りにいる方々、ノンクリスチャンの方々が自分の信仰を通して神様の信仰を自分から届けていくということをしている、そのことも大切な一つです。Another thing I've learned along the way is to continuously seek out a group of believers that you can share your life with. また自分の信仰の友、本当の意味での信仰の友を見つけるということも人生において大切なことの一つです。These are people that will tell you when you're wrong. 周りの人の中には私にこの時何をするべきかと伝えてくれる方がいます。That care about your spirituality and your connection with Christ. あなたの霊的な神様とのつながりを大事にしてくださる本当の信仰の友がいらっしゃると思います。And finally, make yourself available, both mentally and with your time. Make yourself available to God and the work He may put in front of you. また神様に自分の毎日の生活に埋没するだけではなくて、時間とやはり心を神様に明け渡すということをしていただきたいと思うのです。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてブライアンからのメッセージです。God came for me as a senior in high school. 神様との出会いは私が高校3年生の時になります。I was standing in my friend's backyard one October, 10月のある日、私は友人の家の庭に立っていました。and I had spent my high school years very sure that there was no God. 高校3年間の間、神様を信じたことはありませんでした。But my friend began to talk to me and tell me a little bit about his faith. ただその日、自分の信仰について友人が話をしてきたことを覚えています。I politely told him I wasn't interested. 正直、信仰に興味は全くないと友達に言いました。I told him that if there was proof that God existed, then sure, I'd follow him. もし神が実際に存在すると証明してくれたら信じてもいいと友人には言いました。But in my mind, there wasn't.
心の中では神様なんかいないのにとは思っていました。 And then that night, my friend asked me to do something very simple. He asked me to pray to God that I would have faith. その日帰り際、友人は一つだけこうお願いしてきました。私に信仰が与えられるように祈ってみてほしいと友人は言いました。 I thought that sounded ridiculous. Why would I pray to a God I didn't even believe existed? 友人には黙っていましたが、本当に馬鹿げたことだと思いました。 My friend told me, "What do you have to lose?" 神を信じてすらいない私が神に祈るなんて。でも友人は続けました。失うものはなんて何もないからやってみてよと。 And so that night, for some reason, I can't quite explain, I did it. その夜、今でも説明できないのですが、祈ってみました。 Before I went to bed, I prayed for God to give me faith. ベッドの中で神に信仰を与えてくれるようにと祈りました。 Now, I didn't become a Christian that day, but over the course of the next several months, God did begin to make himself more evident in my life. 当然その日に突然クリスチャンになったわけではありません。ただそれからの数ヶ月間、神様の存在がだんだんと自分の中で増えていくようになっていきました。 That prayer set me on a course that changed the trajectory of my whole life. And in December of that year, at a service a lot like this, I made the decision to ask Jesus into my heart and to become a Christian. あの時ベッドで祈ったこと、その祈りが自分の人生の方向性を変えることになるとは思いもよりませんでした。その年の12月、このシーカーズの礼拝と似たような礼拝に出席しているまさにその時、私はイエスを受け入れ、キリストと共に歩む人生を選択しました。That was the first time God put a calling on my life. And for sure, it was the most important one, but it wasn't the only one. それが神が私にコーリング、飯をお与えになった初めての時です。確かにその出来事は自分の人生の中でとても大切なことでした。ただ、その後も似たようなことが私の人生で起こるようになりました。And so today I want to talk about calling, what it is and how it works. 今日はコーリング、神様の飯についてお話ししたいと思います。飯とは何で、どのような働きをするのか。More specifically, I want to talk about the kind of calling that happens when God redirects some portion of your life in a radical way. さらに神様はご自身が選ばれたとき、最も良い時に非常にドラスティックにあなたの人生を変えるほどの飯をお与えになるということをお話したいと思います。Not an everyday prompting of God, and not the things that all followers of Jesus are called to at all times, but the ones that come along every so often. それは日常の働きかけだったり、あるいはイエス様を信じる方すべてに語られるような万人向けの働きかけではありません。まさにお一人お一人ご自身に語りかけられることについてです。The ones that are specific for you, the kind of ones that make you go, whoa, that definitely wasn't me, but that was God speaking into my life. 確実に自分が出てきた考えや行動ではなくて、神ご自身から出て私に与えられた飯についてお話ししたいと思います。And so what I'm going to share today isn't necessarily prescriptive for everyone. 今日お話しすることは、ここにいる皆さんすべてに対する処方箋のようなものではないかもしれません。But I hope that as I share some of my experience with you, that it will relate to someone here and help them process through a calling that God has given them already. 今日私自身の体験を分かち合わせていただき、ここに集っている人の中で確かに与えられている飯にどのように応えたらよいのかをお分かちさせていただきたいと思います。And if you've never experienced that sort of direction from God, then my hope is that when it comes for you in your life, that you will be able to recognize it and respond to it. 皆さんの中では神様からのそんな直接的な働きなど受けたことがないと思われる方もいるでしょう。でも心配しないでください。今すぐでなくとも今後のどこかの時点において神による働きかけがあったとき、その働きかけに気づいてどのように応えたらよいのかという準備をすることができるからです。So what do I mean by calling? では飯とは何でしょうか。 The word in the Old Testament means to name, and to name means to call into being or to make. 旧約聖書の中では飯とは名付けるという意味になります。そして名付けるとは何かを生じさせること、あるいは何かを作るという意味になります。Thus, in the first chapter of Genesis, God calls the light day and he calls the darkness night. 創世記では神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられたとあります。This sort of calling is far more than just labeling or hanging a name tag on something to identify it. Such decisive, creative naming is a form of making. ここでの神の飯、あるいは神が名付けるとは単に物に名前をつけたり、名札を貼ったりという意味ではありません。
ここに神は創造され、神が望んでいるものに作り上げられるという意味があります。Thus, when God called Israel, He named and therefore created and defined Israel as His people. 神はイスラエルを呼んだとき、その民を名付け、また作り、そしてご自身の民とされました。Calling is not only a matter of being and doing what we are, but also of becoming what we are not yet, but are called by God to be. 召しとは私たちが今神によってここに存在している以上の意味があります。神様の召しとは神があなたに期待し、なすべきことを与え、このようになってほしいという意味が含まれているのです。So if that's what calling is, I want you to think about your life and ask yourself, who has God called you to be? では神様はあなたを呼び出してどのようになってほしいと願っているのでしょうか。 Where has He called you to go and what has He called you into? 神様はどこにあなたに行くように示し、何をなすように言われているのでしょうか。 Yes, there are things that for all of us in this room as Christians we're called to by God, but each of us is also unique and God is telling His story through our individual stories. What specifically has He uniquely called you into? ここに集っているクリスチャンの皆さんはそれぞれに神に召しを与えられています。でも私たちは一人一人がユニークな存在であり、それぞれに違う人生のストーリーを与えられています。では神様は一人の個性あるあなたにどんな召しを与えられているというのでしょうか。 And so I want to spend our time today talking about what some of the principles God has taught me about calling are in my life through His Word. ここで神様が与えてくださった御言葉と私の体験を通して主が私に与えた召しの原則をお話ししたいと思います。These are the things I've had to learn over time, and they've given me a deeper faith and a trust in God, especially when there have been times that I didn't fully understand yet what God was leading me into. それは時間がかかる学びではありました。しかし時間をかけて主は私の信仰と確信を確かなものとして導き続けてくださいました。The first principle is this: calling often comes with only the first step. まず第一の原則になります。召しは初めの一歩のみしか与えられないことが多いということです。In Genesis 12, God comes to Abram and He calls him out of where he is into a foreign land. I want you to listen to the call that God gives. 創世記の12章で神はアブラハムのもとに来て今いる場所から未開の土地へ行くようにと語りかけます。創世記12章1節と2節。時に主はアブラムに言われた。あなたは国を出て親族に別れ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。God says, leave where you are, Abram, and go to the land I'll show you. 神は国を出て私が示す地に行きなさいとおっしゃいました。私がアブラムなら、じゃあどこへ行ったらいいんでしょうかと聞くと思います。You know what I would have said? Okay, God, where? どこにと問いかけたと思います。But God doesn't reveal the end destination. He only gives Abram the first step and He asks him to trust for the rest. しかし神はその場所をお示しになりませんでした。主はアブラムに最初の一歩だけを与え、あとはその歩みを信じるようにと言ったのです。God came for me a second time when I was a freshman in college. 神は大学1年の時にもう一度私にご自身を示されました。My major was music theater at the time, and I remember I was in the practice building for music at my university. 当時の私の専攻はミュージカルコースでした。神はその時私は大学で音楽の練習をしていました。Two friends and I were writing a song together. 2人の友人と楽曲を書いていました。And in a moment, I felt God speak to me. It was as if He said, I have something to say to you, so go get alone. その時突然神の語りかけを感じました。お前に言うべきことがあるからどこか静かな場所へ行くようにと。So I slipped outside and I sat at a fountain in the front of the building. 不思議でしたが私は建物の前にある噴水の脇まで移動しました。In that moment, God spoke. Now, I'm not talking about an audible voice, but it was as if a thought came into my heart and mind, a very strong impression that was not my own. その時神は私に明確に語られました。当然神様が私の目の前に現れて語り始めたのではありません。でも私の心の中に語りかけてきたのです。And God said, you need to quit your major and you need to go into full-time ministry. 本当に不思議なことですが、その時私は自分だけではない感覚があり、神様はこう私に語りかけられました。今のミュージカルの専攻をやめて宣教の働きをするようにと示されました。My first thought was,
okay, what does that mean? それは私にとってどんな意味があるのでしょうと私は心で思いました。I had 1,000 questions. Are you telling me to be a youth pastor, a lead pastor for a church? God, I've never preached before. Do I really have that gift? A worship pastor maybe. What church? 問いかけたいほどは山ほどありました。神様、私はあなたにユースパスターになるようにと言っているのでしょうか。それとも教会の牧師でしょうか。私は今までに一度も説教などしたこともありませんし、そんな賜物もありません。そもそも賛美のための牧師でしょうか。どの教会で奉仕するべきなのでしょうかと。But God didn't answer those questions, at least not at first. でも神様は私の質問にはすぐには答えてくれませんでした。Because if he did, it wouldn't take me any faith to be able to trust him and to get there. 今ではわかるのですが、もしすぐに答えが与えられたのなら、信仰を持ってその目標に向かっていくことをしなかったでしょう。You see, sometimes we want God to tell us all the steps to get to the end, and instead, God gives us step one and says, when you step out in faith and do step one, I'll show you step two. 時々神はその一つ一つの歩みを示される代わりに、まず信仰によって一歩歩み出すことを求め、その後に初めて2歩目が示されることがあります。そしてその2歩目の後、ようやく3歩目が示されていくのです。And then when you've done step two, I'll show you three. Just like Abraham, God will lead us, but he will often give us a direction and wait for us to trust him before he takes us where he wants us to go. アブラムもそうでした。時として神は導きを与え、神を信頼するように求め、そしてそれから初めて次のステップを示されることがよくあります。And so I took some time to pray. I took some time to read God's word, and I talked to people that I trusted in my life who would give me wise, godly counsel. And then I stepped out in faith and did what God asked. 私自身は神に祈り求め、神の御言葉を求めました。そして主にあって信頼できる友人たちの助言も求めました。そして私は神様に信頼し、その一歩を踏み出すことになります。And when I did that, he eventually led me to Grace Church, where I've been for the past 14 years. その後、今に至るまでの14年間捧げることになるグレース教会に導かれていくことになります。But God waited for me to respond because calling often comes with only the first step. 神は私が最初に与えられた第一歩から確信を持ってさらに強く歩み出した神の召しに応えるまで辛抱強く待っていてくださいました。Another principle of calling is that God will stir up new passions in your heart. 第2番目の原則は、神はあなたの心に与える新たな情熱を与えられるということです。I remember thinking that day, God, I don't ever want to preach a sermon. 自分の歩むべき道が示された後でも私は宣教のメッセージなんかしたくないと思っていました。Years later, God began to change my heart and stir up a passion for just that. 何年も後になり、神は私に心を変えられて心に情熱を与えられることになります。I also remember thinking, I'll never be happy doing anything but leading worship. 当時、ワーシップリーダー以外で自分が喜びを見出すことなんか絶対にないだろうと思っていました。And I still get a tremendous amount of joy out of leading worship, and I'll always be a musician and an artist. It's a part of who God made me to be. 今でも確かに賛美リードをすると心が踊ります。私自身は音楽家であり芸術を愛するものです。そのように神は私を作られたからです。And yet, over time, I began to become aware and find myself sure that I wasn't supposed to be the every week worship leader at Grace Church. それでも次第に自分は毎週賛美リードだけをするべきではないというふうに示されるようになりました。At the same time, Grace became a multi-site church, and I began to wonder if God had something more for me there. グレース教会は大きくなり、マルチサイトになりました。そして神は私に今以上の何かを与えるご計画があるのかもしれないというふうに考えるようになりました。I thought that maybe He might be asking me to step into the role of pastor at one of our locations. 神はマルチサイトの一つで牧師になる役目をお与えになるのかもしれないというふうに考えました。And He'd also begun to stir up in me a passion towards the world and missions. He impressed upon me about how I was just that God was the God of every people group and every nation, and that America was not actually the center of what He was doing. 神は私の心に世界への宣教というビジョンを起こさせるようにもなりました。主はこの世の神であり、すべての国々の神であり、アメリカの国だけにご自身のビジョンを示されたわけではないというふうに考えるようになりました。And so now I get to do all of those things. 3 years ago, I became the site pastor of one of our locations with over 1,200 people at it. 今、私は神に示され続けたすべてのことに携わっています。
3年前、私はグレース教会の1000にいる一つのサイトの牧師になりました。I've had the opportunity to see God move in places like Haiti or the Dominican Republic, and most importantly from my heart, here in Japan with you. また、ハイチやドミニカ共和国、そしてここ日本での皆さんとの関わり合いを持たせていただくに至っています。Guys, those things are both things that 10 years ago I would have told you there was no chance would ever be happening in my life. 10年前、今こうして起こっていることが私に起こるとは全く想像すらしていませんでした。But what I've learned over time is that God will sometimes call you into something new, something you've never dreamed of before. ただ時として神はあなたに飯を与え、全く思いもよらない新たなことに挑戦させるということがあるということを時間をかけて学びました。And you'll find that over time, God has been molding and shaping your heart, sometimes without you ever even knowing about it. おそらく皆さんもご自身が予期しない形で神があなたの心の思いを神様の望む形で作り変えられるということを学んでいく機会がこれからも与えられていくでしょう。箴言の21章の一節をお読みいたします。王の心は主の手の内にあって水の流れるようだ。主は御心のままにこれを導かれる。If God can change the hearts of kings, surely He can do something in our own. 当事者である国々の王の心さえ変えることができる神様が私たちの心を変えられないわけがありません。So don't limit God or say that He can't do something new in your life. Understand that God can and will stir up new passions in your heart over time. ですから神様ができることには限界があると考えないでください。神は時間をかけてもあなたの心に新しい情熱をお与えになるからです。The last principle of calling that I want you to understand today is that God is responsible to accomplish what He's called you to. 神様による飯の最後の原則は、あなたを召した神は自ら責任を持ってその飯を完成させてくださるということです。In Exodus chapters 3 and 4, Moses is called by God to lead the Israelites out of Egypt. 出エジプト記3章、そして4章でモーセはイスラエルを率いてエジプトから出て行くようにと召されます。Sometime when you have time, go back and read that exchange that Moses has with God. You'll see that Moses is full of doubt. モーセと神のやり取りを読むと、モーセが完全に疑心暗鬼になっていたのがわかります。But God, they'll never believe that you really spoke to me. God, I don't know how to speak well. How can I lead? God, please send someone else. 神様が私に語られたいなど神が信じるわけがありません。私は言葉の人ではありません。神をどうやって導いたらいいのでしょうか。神様、私ではなく他の誰かを選んでください。But after God does what He says He's going to do, Moses' trust and faith is transformed. しかし神が何を行うかモーセに示されたとき、モーセは心から神を信じ、またその信仰が力強く変えられていくのです。We see this in Exodus 14. After Moses and the Israelites leave Egypt, Pharaoh has a change of heart, and he goes after his former slaves to bring them back into captivity, or at least kill them if he can't do that. 出エジプト記の14章を読むと、モーセが主によって変えられたことがよくわかります。モーセとイスラエルがエジプトを去るとき、パロは心変わりをし、元奴隷であったイスラエルを連れ戻し、戻ってこない場合には殺してしまうことも考えていました。And the people are terrified, but Moses' faith in God and his confidence that God will save is unwavering. Take a look at Exodus 14. 恐れもあったでしょう。しかし、モーセは信仰と主にある信頼によって動じることはありませんでした。出エジプト記14章10節から14節までをお読みします。パロが近寄ったとき、イスラエルの人々は目を上げてエジプト人が彼らの後に進んでいるのを見て非常に恐れた。そしてイスラエルの人々は主に向かって叫び、モーセは民に言った。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになさる救いを見なさい。今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。かつモーセに言った。エジプトに墓がないので荒野では死なせるために私たちを備え出したのですか。なぜ私たちをエジプトから導き出してこんなにするのですか。私たちがエジプトであなたに告げて、私たちを捨ておいてエジプト人に仕えさせてくださいと言ったのはこのことではありませんか。荒野で死ぬよりもエジプト人に仕える方が私たちには良かったのです。モーセは民に言った。あなた方は恐れてはならない。固く立って主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい。
今日あなた方はエジプト人を見るが、もはや永久に二度と彼らを見ないであろう。 The people, 主があなた方のために戦われるから、あなた方は黙していなさい。the people were ready to give up in the face of adversity, but Moses is sure because God called them to this very purpose to take the Israelites out of bondage and into freedom. イスラエルの民は逆境に耐えることができず諦め寸前でした。しかしモーセは神がこのことのために自分を呼んだのであり、自分にイスラエルを自由にする務めがあると固く信じていました。And that's exactly what happens. God parts the Red Sea, the Israelites escape, and Pharaoh is defeated. そしてそのことは実現したのでした。神は視界を割り、イスラエルはエジプトを脱出し、パロの目論見は失敗に終わったのです。This sort of calling is not just for pastors. See, when you have a calling, there is a freedom and a confidence that allows you to pursue God no matter what the external circumstances look like. 正直に言うと、自分自身の宣教の役割の中で何度も主に自分が正した判断が正しいかどうか迷う時もあります。My co-leader on this trip, Joel, is in the process of adopting 2 teenage girls into his family. 今回、ジョゼさんが同行していますけれども、今回2人のお嬢さんたちを養子に迎えることになりました。In one day, he went from 2 kids in his house to 4. 2人のもともと女の子がいらっしゃる家庭でしたけれども、養子が与えられた4人の子供たちを持つ家庭になりました。I'm so proud of him and his wife, Amanda, for responding to God's calling. 今回彼と妻の奥さんのアマンダに神の召しが与えられたことを、本当に恵みが与えられたことを本当に嬉しく思っています。But this process has taken years for them. ただこの養子の2人が与えられるまでには何年もの時間がかかりました。But before the girls came into their home, they knew they wanted to adopt, but they were waiting and waiting. ただこの召しが与えられるその養女を迎えるにあたって非常に時間がかかりました。And the whole time we would talk about, even though they were frustrated sometimes, that they were called to this and God would work it out in the end, and He has every step of the way. 何年も待ち望みました。どのぐらい待たされるかと失望したこともありました。でも神様は確実にその導きを与え、その一歩一歩に無駄は一つもありませんでした。It's not up to us. God will carry it out to completion. He's responsible to accomplish what He's called you to. 私たちに一人一人に与えられたそのすべては神ご自身が完成させてくださるのです。And so as I close, I want you to think again, is there anything that God has called you specifically to? 最後になりますが、皆さんに考えていただきたいのです。神様は豊かな個性を持つあなた一人一人に何を召しとしてお与えになっているでしょうか。 Are you in a season of waiting? Are you taking a step of faith right now and you're waiting for God to show you what's next? What is your calling? 今ただ待っている時なのでしょうか。信仰によりその一歩を踏み出す時ではないでしょうか。そして神様があなたにご用意している次のステップに踏み込みたくはありませんか。あなたの召しとは何でしょうか。 It's nice to have those moments every so often in our life where we hear God clearly and we get vision and direction from Him. 主に求めていきましょう。神の御言葉を深く聞き、祈りに応えていきましょう。But in reality, it's what we do in between those moments that actually matters. 毎日の生活の忙しさに埋没する毎日から一歩踏み出していきましょう。It's the everyday, faithful response in the in-between moments where God steps in to radically change the course of your life that will determine if you're following God in the way that you should. 神様に与えられた飯を求めていきましょう。その主はその一歩一歩に生きて働いてくださり、完全な導きを与えてくださるからです。And so pursue Him, go deeper in His Word and in prayer. 主を求め受け入れていきましょう。Don't let what He's called you to get swallowed up in the busyness of life and become forgotten. 毎日の忙しさの中に自分自身を忘れることなく、主を求めていくことが大切です。Instead, step out in faith and pursue the calling that you've been given by God. 神様に与えていただいたその飯に応えていくことが大切です。God will do great things in and through you in the process. 神様はその飯を与え、またその飯を完成させてくださいます。ありがとうございました。ありがとうございます。
りがとうございました。最後に、メッセージを通してもう一度マイティトゥセーブを賛美しましょう。誰もがみんな誰もがみんな変わらぬ愛を求めている。許しを与え救いの希望を国々へ。山さえ動かす救いの力。山さえ動かす救いの力。私の神とはの救いのためよみがえられたイエス・キリスト。私を見つけ私を見つけ満たしてください。もう一度私の命あなたに捧げついてゆく。Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, awesome of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, awesome of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. 共に賛美をしましょう。輝く主を見上げ、輝く主を見上げ歌おう栄光の子なる主イエス。輝く主を見上げ歌おう栄光の子なる主。輝く主を見上げ、輝く主を見上げ歌おう栄光の子なる主イエス。輝く主を見上げ歌おう栄光の子なる主。 Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, awesome of salvation. He rose and conquered
え動かす救いの力、山さえ動かす救いの力、そうです、私たちの神様です。永遠の救いのためよみがえられた、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 イエス・キリスト。最後に祝祷をもって礼拝を終わりにします。今日ここに集われたお一人お一人に父なる神の愛、主イエス・キリストの恵み、聖霊なる神様の親しい交わりがたくさんありますように。アーメン。これで今日の礼拝は終わりになります。今日はこの後15時30分からグレースチャーチの方の座談会がここ礼拝堂で行われますので、ぜひご参加ください。その前に15時から今から10分後、屋上で集合写真を撮りますので、こちらもご参加ください。よろしくお願いします。